毎日考え事ややらなきゃいけないことだけに追われて今を生きていないような気がすると感じることはありませんか？今日考えていることの 90% は昨日考えていたことと同じなんです。体はここにあるのに、マインドは過去や未来に行ったり来たり。その結果、私たちは現在という貴重な時間をただの思考のループに費やしてしまっているんです。マインドフルネスはそんなさまよいがちな心を今に引き戻すための優れたツールです。今日お伝えする3つはマインドフルネスの基本になります。なのでこれをベースにして、あなたの生活の中でここを意識して過ごしてみてねっていうのをお伝えしていきます。あなたがよりこの瞬間に集中し、前向きな時間を過ごせるヒントとなりますように。私もかつては常に考え事をしながら一日を過ごしていました。今日はこれやらないといけないとか、先々のトゥードゥーリストだったり、または自分がやってしまった言動とか行動、過去にもう過ぎ去ってしまったことをずっと頭の中でリピート再生したり、あるいは息子も小さかったので、このままで大丈夫なのかなとか、漠然とした未来への不安を抱えながら過ごしていたので、目の前のことに集中している日なんてほとんどなかったんですよ。だけどある日、大きな転機が訪れます。乳がんと診断された時です。その瞬間、私の時間は止まりました。目の前がさーっと真っ白になって未来が見えなくなったんです。だけど不思議なことに、その混乱の中で初めて今この瞬間に意識が戻ったんです。診察室の重たい空気、淡々と話す医師の声、握りしめた手のひらにわーっと汗がにじんできたのを感じました。このように今まで特に意識することもなかったあらゆる感覚っていうのを鮮明に感じ取ることができたんです。私たちは普段どれだけ今を見逃しているのでしょうか。日常生活の中で起こりがちな食事の場面から一緒に今の瞬間を感じてみましょう。ではあなたにお聞きしたいことがあります。食事をする際、どのように食べていらっしゃいますか？以前の私はスマホを見ながらとか、音楽を耳からこうわーっと入れながら、なんとなくご飯を食べていました。でもある日気づいたんですよ。あれって、お腹いっぱいになったけどどんな味だったか覚えてないなと。そこで試したのがズームインマインドフルネスです。ズームインって言ったらこれが分かりやすいと思います。これちょっとトイレットペーパーの芯なんですけど、ズームインですこうやって一つのものに意識を集中すること。筒の奥こう見た時に筒の奥しかものが見えないですよね。周りは全部紙で覆われているので、見ている先のものにしか注目できないんですよ。このように一つのことに意識を集中する、これだけを行うのがズームインマインドフルネスです。例えば食べ物を口に運ぶ時っていうのは、お箸でご飯粒をつまみますよね。でこれはこう掴んで食べるっていうのは、私たちが繰り返すことで自動的にできる行為の一つです。なので体がもう動きを覚えているので、特に意識しなくても勝手にやってくれるっていうことなんですよね。で無意識の動作を繰り返していると、本来なら自分が得られる美味しいなとか、今日はちょっとご飯が硬かったかなとか
これは気づくかもしれないんですけど、細かいことまで、気づかないんですよ。ですので今やっていることに意図的にあなたの注意を向けてあげないと、ご飯を食べる行為自体に意識がいかないんです。なので食事をズームインマインドフルネスに変えてみませんか。一つのものに注目すればいいので、手で握っているお箸の感触をね、しっかりと感じ取ってご飯をつまんで口に入れる。あるいは食材を一口ごとに味わってみたりするのもいいですね。で、噛むたびに広がる風味に意識を向けてみるのも OK です。するとね、ご飯の甘みとか野菜の歯ごたえ、汁物の温かさとか、これを繰り返していることで全てが新鮮な体験になったんですよ。感覚器官から感じ取れる微細な情報っていうのは、ながら作業だとその部分を認識しづらくなります。今度ご飯を食べるときは、なんとなくご飯を流し込むように食べるんじゃなくって、食材の味や香り、またはね、お箸の感触とか、そういったね、あなたの五感を使って感じ取れる情報に意識を向けながら食事をしてみてください。で、2つ目は今度は反対です。ズームアウトマインドフルネス。1つ目は意図的にぐっとね集中するズームインでした。で、今度は少し視野をわーっと広げます。で、視野を広げて今体験していることをそのまま認識してあげるズームアウトの状態です。パノラマを想像してもらったら分かりやすいかもしれません。あなたが今いる地点から一旦ね、外にぐーっと離れてみてください。で、遠くから全体を俯瞰して、今あなたがいる空間、私は今カメラに向かってあなたとお話ししてますけど、この空間をね、ただそのまま見つめるっていうことです。勝手な解釈を入れずにありのままを眺める。現在という時間にいる空間をそのまま認識するっていうことです。どうですか？イメージしやすいですか？例えばね、あなたの目の前に広がる景色、あるいは周りにあふれるさまざまな音とか匂い、肌に触れる空気の冷たさなど、このように広い視点で今をね捉えることで、ぐる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 考えすぎてしまっている思考の渦から抜け出して現実に戻ることができるようになります。で、最後はこれはね、よくマインドフルネスでも言われていますが、現実をそのまま見て、あなたの勝手な価値観とか解釈、経験に基づいて根付いてきた価値観っていうのを一切手放して、そのままの現実をただ見つめるっていうことです。ちょっと乳がんの話に戻るんですけど、私がそのがんの宣告を受けた時に、私自身はね、目の前にある事象ですよ、変えられない現実を否定し続けたんです。なんで私がとかね、健康だったのにって、もっと食べるものとかね、ストレス、こういった自分の内面に気を配っていたらなとか、そんな思いが頭を埋め尽くして、自分自身が作り出す思考にぐっとね苦しめられていたのを覚えています。で、私は乳がんの宣告を受けて、すがる思いでね、以前ちょこちょこやっていたヨガを再開したんですよ。で、そこからヨガとか瞑想を習慣づけることで、自分の中でね気づいたことがあるんです。こんな風に目の前のことにね過剰に反応して変えられない現実をどうにかしてね、自分の意思でねじ曲げてね変えてやろうっていうこの気持ちをずっと抱えていると、自分自身が苦しくなるだけじゃんって思ったんですよ。こんなことやってても私が辛くなるだけだと、ね、実際に起こっていることをどうにかしてね変えようとするんじゃなくって、そのままを受け入れて、じゃあ私がねできることをやっていこうと
その時に感じたんですよ。必ずやれることがあるはずだと。そこから気持ちがねふわっと軽くなったのを今でも覚えています、ね、今ではヨガや瞑想を通してマインドフルネスを学んで、今ここにある現実をそのまま受け入れることの大切さを本当ね実感しています。目の前にある現実や過ぎ去ってしまった過去を変えることはできないし、未来をね完全にコントロールすることもできないんです。だからこそ今を生きることに意味があるんですよ。ね。あなたもご自身の思考で苦しめられているかもしれません。でもね、今日お伝えした3つをね、よかったらあなたの生活の中で取り入れてみてください。じゃあ最後におさらいしますよ。1、ズームイン。一つのことに集中する。呼吸でもいいんですよ。呼吸とか五感、あなたの感覚器官から入ってくるものに一つだけ集中してみる。2つ目、ズームアウト。あなたの視野を広げて俯瞰して見てみましょう。3番目が目の前のことをもそのまま受け入れる、認識するということです。一日の中で一つだけでもよかったらトライされてみてください。もしもあなたがこの先思考のループに飲み込まれているご自身を認識したときは、深呼吸をして、ね、これが一番簡単かもしれない、ね、この瞬間に意識を戻してみてください。するとあなたの目の前にこれまで見えていなかった今という宝物がわーっとね広がっていることに気づくはずです。その部分を認識できたとき、断言できることがあります。あなたは今を生きているということです。ではまた次回にお会いしましょう。最後までご覧になっていただきありがとうございました。今日もあなたのスマイルマイルがたまりますように。また次回に。チャオ。